はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。いきなりパソコンの起動から始まってますが、今回はカムヤマの制作から始めていきます。そして最終的にはカムシャフトの完成まで進めていこうと思いますので、お付き合いください。さて、そうこうしてる間にパソコンが起動したので作業を進めていけますね。こんな感じの簡単なジグを作って CNC にセットしておきます。ではこれでセンター合わせてきます。やっぱスコープよりこっちの方が良さそうですね。だからマイナス1マイナス1プラマイ 0.01これでズレはなくなったから中心出たと。はい、まずこのケミカルウッド使ってテスト切削やっていきます。わずかに取り残しがあるけど、こういう部分は最終的にやすって削っちゃうのでいいですね。カムの格好としてはカムの形としては問題ないですね。それでは本番やってきます。本番はクーラントバンバン流して冷却しながらですね。はい、全部で12個カムヤマ作りました。バリ出てるんで、このバリを落として焼き入れの準備進めていきます。バリッとり終わりと。じゃあ焼き入れの準備始めます。それでは新炭剤を詰める準備ですね。はい、まず全部きれいに脱脂しないとですね。そしたら、黒鉛の棒に使い棒を刺してあるんで、この2本これに入れてきます。
こんな感じでいいかな。はい、こんな感じで新炭剤入れた容器を作ってあるんで、これをこのままポッと、電気炉に入れて焼き入れしていきます。はい、炉の温度は920度到達させて、その後2時間ちょっとホールドですねしときます。はい、温まるまで1時間半、そのぐらいはかかるでしょうね。なのでしばらく待ちます。予定時間が経ったのでオイルで急冷していきます。多分これで OK です。よし、はい、焼き入れ終わったんでチェックしてみますか。ヤスリ滑るんで大丈夫ですね。とりあえず焼きは十分に入ったんで、軽く焼き戻ししますね。180度1時間ぐらいでいいでしょう。まあ一応硬くもなったし問題はないですね。あとは表面仕上げとこの穴きれいに合わせてきます。まず手やすりであらかた形を整えて、深いバリや傷は取ってここで、その後リューターで仕上げと、こんな感じですね。1個目、こんな感じで当たり面も綺麗になりましたね。OK と。残りも全部同じように綺麗にしていきます。はい、当たり面と横方向ですね。当たり面とサイドの部分全部きれいにしました。まあこれでいいでしょう。あとは穴をリーバーで広げればカムの山部分一応終わりで、組み立てに入りますですね。ここの中心今 9.9 くらいなので 10mm に拡大します。焼きが入ってるんで超高リーマー使わなきゃいけないですね。ここはまあそのためのジグをちょっと作ってきます。まあジグって言ってもすごく簡単なものなので、まあ図面も特にないです。ジグの素材ですけど、ちょうどヤフオクで、段ボール1箱いくらっていう端材を買った時に入ってた材料ですね。よいしょ、これでやってきます。まずこれに穴開けて、貫通穴とネジ穴作ってきます。
これで台座の方は OK なので、あとはカムを設置後、がっちり固定できるような座金が欲しいですね。こうやってカムを置いて、これで押さえつけると。これで簡単ですけど、リーマー用のジグ完成です。作ったジグやなんかはセットしてあるんで、これにカムを乗っけると。で、ジグの固定を乗っけると。これで押すとほぼ中央に寄るんで、中央に寄せたら本締めと。こんなもんだね。で、この動作をどんどんやっていくと。はい、カム山全部で10個できましたね。もうシャフトに通るサイズになったんで、良かったです。チョコリーマーで通らなかったら大事だったんで助かりました。新端もなかなか難しいですね。かけたくないところにもかかっちゃうし、とりあえずこれで組み立てに入れます。では、パーツも全部できたので、ここから組み立て進めていきます。各パーツ溶接していくんですが、溶接に使うのはこのマイクロティグですね。使ってきます。とりあえずまず、真ん中のタイミングギアのつくフランジの部分ですね、やってきます。もうこれは距離きっちり決めてあるんで、ここで固定です。とりあえず固定ですね。こんな感じで固定しちゃいます。何箇所か固定できたら、あとはここ全周やりますね。こっちは全周、ここは全周やっときます。これはもう外しちゃっていいですね。この部分は後で本付けがやりにくい場所なんで、先に全部つけちゃいますね。よいしょ。
各パーツ間の距離を測りながら、とにかく仮付けをどんどん進めていきます。これでインレット、一応まだカムスルスルですけど、一応一通り固定はできたので、エキゾースト側も行こうと思います。おおよそ予定通りの位置ですね。あとはカムの山の部分を固定すれば OK と。そしたら全周つける本付けやってきますね。はい、ではここから、カムの仮固定いきます。最初の1箇所に関してはとにかくまず位置を決めてくっつけちゃうことですね。こんな感じでくっつけて、あとは仮付け何箇所かやってきます。よし、これで1番が確定なので、ジグに当てはめて、はい、こんな感じのジグ作ってあるんで、これで固定すれば1番のカムがここの時に2番はここですっていう位置がぴったりきます。これを2番3番3番4番と繰り返していくって感じですね。1番が決まれば1番と2番の位置関係が決定します。2番まで決まれば2番と3番の位置関係も決定します。同じように3番4番も順次決定していくんですよね。じゃあこれで問題ないので2番を固定しちゃいますね。とにかくまず仮固定だけ先やっちゃいます。2番3番の位置関係もこれで OK。これが4番の仮付けと。これでインレットのカムシャフト OK ですね。まだ仮付けなので、この後本付けしてきますけど、とりあえず仮付けが終わったところで一段落ですね。次、エキゾーストいきますか。これでインレット、エキゾーストともに仮止めまで終わりました。タイミングはもう合ってると信じるしかないですね。よし。では、あとは全周やって仕上げというか、本溶接やっていきます。はい、ここから先、作業的には同じ動作続いちゃうんで、タイムラプスで残りは取っていこうと思います。
こんな感じで全周を溶接してあります。ただまあゆっくり熱入れてるんで特に歪みはないですね。まあいい感じじゃないでしょうか。いつもの作業場に戻ってきて仮組っていうか組み立ててみますね。まずはインレットからいきましょう。入れると、とりあえず、このスナップは一番内側だけ入れますね。ベアリングだけとりあえず全部入れてみます。スナップ入れちゃうともう外すのがえらい大変になるんで、外れるけど外しにくいって感じなので、よしとインレットとこれでこっちか。これで OK と、カムシャフト OK。まだ、スナップも内側一番内側だけ入れてるだけなんですけどね。まだバルブ入ってないんで何とも言えないけど、こうやってぴょこぴょこロッカーが動いてくれるのがいいですね。こんな感じで、まだ微調整、結構いります。ロッカーアームに若干カムが当たるんで、ちょっとロッカーアーム削って避けるようにしないといけないんですよね。そういうのとか、ベアリングに対する当たり位置の微調整、その辺はバルブの方が先ですね。次回はこの真ん中のギアをつけるのと、あとバルブのシートカットやって高さ調節ですねまで進めればいいなと思います。とりあえずカムシャフト一応は形になりました。まだまだこの後調整が続きますね。とにかく細かい調整が多いんですよね。組んで終わりというわけにはなかなかいかないんです。こればっかは自作してるので仕方がないですね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。